皆さんこんにちは。私は今、スイス北東部にあるザンクト・マルグレーテンという町の駅に来ています。突然ですが、日本の鉄道動画でよく見かける最長片道切符の旅ってありますよね。一度も同じ駅を通らずに日本を縦断するあのロマンあふれる企画。もちろんたくさんの方が挑戦していて動画も見たことあるんですが、ある時ふと思ったんです。これ海外でやってる人全然いないんじゃないと。そこで馴染みのあるオーストリアの路線図で試算してみたところ、なんとオーストリアなら現実的に挑戦できることが分かったんですよね。ということで今回は前人未到かもしれないオーストリア版一筆書きの旅に挑戦してみたいと思います。しかしオーストリアには日本のように一筆書きができる鉄道切符はありませんので、本企画ではユーレールパスというヨーロッパの鉄道が乗り放題になるパスを用いて移動していきます。そちらオーストリアはもとよりいろんな国の鉄道も乗れちゃうということで、今回は面白くするために3つの縛りルールを設けました。1つ目は2度同じ駅を通らないこと。2つ目は国境をまたいでの再入国はダメで、国境を越える際は支点または終点のみ。そして3つ目はユーレールパスで乗れる路線のみを使用していく。以上の3つを守って乗っていこうと思います。この3つ目に関しては一部の鉄道路線にはユーレールパスで乗れない区間もあるんですが、それも含めていくと同じ鉄道の地下鉄や路面電車はってお話になりますしね。なので今回はユーレールパスで乗れる日本でいう JR 相当の路線のみを使って乗っていきますよ。あと使わないに越したことはないですが、もしもの場合のバス代行はセーフということで。ヨーロッパの鉄道旅で一番の壁になるのがこの工事によるバス代行なのですが、今回は幸運なことに全行程を列車だけでつなげる奇跡的な日程を組むことができましたので、あくまでこれは緊急用ですね。とざっとお話ししましたが、簡単な説明はこんな感じでしょうか。長々とした前置きになっちゃいましたが、それでは早速スタートしていきましょう。さて、最初に乗車するのはこちらの8時55分発 S バーン3系統のブレゲンツ行きです。今いるのはスイスということで、ルールでお伝えした通り、この列車で国境を越え、オーストリアに入った瞬間からがスタートとなります。乗る電車が入ってきましたね。こちらの赤と白の鮮やかなカラーリングの車両は、オーストリア連邦鉄道 ABB 所属の近郊用車両となります。では早速乗り込んでいきましょう。始発なのでどこでも座れそうですが、今回は景色のいい進行方向右側に座りましょうか。それでは帝国通りザンクト・マルグレーテン駅を発車です。しばらくはスイス国内を走りますが、それも 2km も行かないくらいかな。数分もすればいよいよ今回の舞台であるオーストリアですよ。実はこちらと逆側の左側には鉄道車両メーカーシュタッドラー社の大きな工場がありまして、さっきホームから少し見えたのですが、製造されたばかりのオーストリア向けの新型車両がちらっと見えましたね。列車は少しずつ高度を上げていきまして、もう間もなくで大きな川が見えてくるはずですが、その川がスイスとオーストリアの国境線になっています。あ、この川です。ということで、このライン川の真ん中、ここからスタート。さあ、始まりましたオーストリア一筆書きの旅。これからたくさんの列車を乗り継いで長い距離を進んでいくことになるわけですが、その中には今までに乗ったことがない路線も実は含まれているので、個人的にとても楽しみではあります。ザンクト・マルグレーテン駅から3分ほどで、オーストリア内最初の駅、ルーステナウ駅に到着。さて、最初に乗りましたこの列車、オーストリア内の主要駅であるブレゲンツ行きなんですが、この乗り継ぎではそこまでは乗ることができません。今回はその一駅前のリーデンブルク駅というところで降ります。正直、ブレゲンツまで行ければ長距離列車に乗れてすごく楽なんですが、このリーデンブルク駅は路線の分岐点になっていて、ここから一度ブレゲンツへ向かってしまうと、次の目的地へ行く際に同じ区間を2度通ることになってしまうんですよね。
ということでリーデンブルク駅に到着。最初の区間、国境からここまでの距離は 8.7 キロとなっていまして、まあ最初の列車なので合計距離も 8.7 キロですね。次に乗る列車はこちら。日本でいうところの快速列車であるレギオナルエクスプレスの1系統、シュルンス行きですね。実は先ほどの列車が走り去っていったブレゲンツ側にもドイツとの国境があるんですが、そのドイツとの国境までの距離が 6.5 キロとスイスまでの距離よりも微妙に短いということで、今回はスイス側からのスタートとなっています。やってきました。やってきたのはさっきと同じ4748型という形式の車両ですね。それでは乗っていきましょう。このシュルンス行きの快速電車では乗り継ぎ的に途中のブルーデンツというところまで行けるのですが、今回は途中のフェルトキルヒ駅で一旦下車です。実は宿泊していたフェルトキルヒ駅前のホテルに荷物を預けたままスイスからスタートしたので、このタイミングで回収しようと思います。あとブルーデンツ駅まで行ってもその先の区間が優等列車しか走ってない区間になっていて、結局手前のフェルトキルヒ駅で乗るのと変わらないですしね。あ、ここで分かれていった線路がさっき進んできたスイスからの路線ですよ。ここで大きな道路が見えてきましたが、これはオーストリアの高速道路ラインタールアウトバーンと呼ばれる A14 号線ですね。北へ向かえばドイツのアウトバーンへ、南へ進むとこの先のルートと並行しつつ東方面のインスブルックへとつながっています。そして右手遠くに見えるあの険しい山々はお隣スイスのアルプスです。この路線ブレゲンツからフェルトキルヒの間はちょうど国境のライン川に沿って走っているので、こうしてオーストリアにいながらスイスの山々を堪能できるというなんとも贅沢な区間なんですよね。ということでフェルトキルヒ駅に到着。今乗ってきた電車を見送って、まずは一旦ホテルへ荷物を取りに行ってきます。と思いましたが、荷物を取りに行く前に次に乗る列車の案内を今のうちに確認しておきましょうか。次に乗る列車はこちら。国際列車のユーロシティ163便グラーツ中央駅行きになります。編成案内を見てみると先頭に機関車マークがあり、後ろに乗車案内ということで、次のこの便は客車列車です。しかもこの列車には食堂車も連結されているということで、お昼をまたいでの乗車になるんですが、これならお昼ご飯の心配もいりませんね。無事ホテルから荷物を回収して戻ってきましたが、駅の掲示板にはまだ出ていないものの、手元の時刻表アプリによると次に乗るこの列車に少し遅れが出ているようです。この列車はスイスのチューリッヒ始発で、一つ手前もスイスのブフスという駅なのですが、そこまでは定時で来ていたようなんですよね。ただこの駅までの間にあるリヒテンシュタインの単線区間で反対方向の遅れている列車と交換待ちをするために遅れる予定なんですって。発車時間を過ぎても来ずに暇だったのでいろいろ調べてみたんですが、これまさかのドイツが原因でした。実はオーストリアの幹線って地形的な要因でショートカットするために一度ドイツ国内を走る区間があるんですが、どうやらそこで大幅に遅れたスイス行きのレールジェットが運悪くこれから乗る便とかぶってしまったというわけですね。ついにやってきました。予定の発車時刻を18分過ぎてようやくの到着です。謎にドイツからの遅延に巻き込まれましたが、ようやく乗れますね。それでは乗っていきましょうか。なかなかの混雑具合でしたが、なんとか空席を見つけることができ助かりました。
この列車、午前中のちょうどいい時間に東へ向かう便ということもありますし、この先に長距離列車しか走らないという特殊な区間もあって、インスブルックまでは毎回混んでる印象です。何はともあれ、東に向けて出発。ちなみに、先ほど乗ってきたリーデンブルクからフェルトキルヒまでの移動距離は 34.5 キロで、これでスタートからの合計距離は 43.3 キロになりました。まあ全体からすればまだまだ序盤といったところですね。さっきまではスイスのアルプスが見えていましたが、フェルトキルヒから先はオーストリア側のアルプス沿いを走っていくので、ここからはオーストリアの山々を車窓に見ることができます。今のところの列車時刻はこんな感じです。今11時ちょうどなので、ちょうどフェルトキルヒの次の駅、ブルーデンツ駅に止まっているところですね。ここの定刻が10時半で、発車が11時になっているので、現在約30分遅れの模様です。これを見ると、スイスのブフスまではほぼ定刻で来ていたのに、そこから先がかなり遅れていることがわかりますね。ブルーデンツ駅を発車しました。ここからは難所の山越えになりまして、駅の間隔も非常に長く、運転されているのは長距離列車のみという特殊な区間が始まります。まあ、日本でいうところの関商線の特急しか走ってない区間みたいなものでしょうか。この山越え区間は基本的には単線で、ところどころにすれ違い用の信号所が設けられています。単線とはいえオーストリアの重要幹線ですから、400メートルもの長い列車が走ることもあって、退避できる信号所のスケールもかなりのものですね。2月なのに全然雪がなくてびっくりしていたんですが、標高が上がってくるとさすがに雪が見えるようになってきましたよ。ブルーデンツから30分ほどのところにある次の駅、ランゲンアムアールベルク駅を通過です。ちなみに駅間が長いとさっきちらっと言いましたが、現にブルーデンツ駅とこの駅までの距離は約 25.5 キロもありまして、長大トンネルを含まない区間に限定すれば、オーストリアでもかなり長い方の駅間だったりします。で、今トンネルに入りましたが、ここがアールベルクトンネルといって、この山越え区間の頂点にある長大トンネルですね。トンネルを抜けるとすぐにザンクトアントンアムアールベルク駅に到着。ここはコースの総距離が300キロを超すらしいオーストリアでも有数の超巨大なスキー場の目の前にある立地で、冬だと臨時列車も多く、かなり賑わう駅ですね。ザンクトアントンを出たところで時刻はお昼。この列車には食堂車が連結されているということで、お昼ご飯をテイクアウトで買ってこようと思います。実はこの列車、パノラマカーも連結されていたのですが、インスブルックまではいつもいっぱいなので予約していなかったということもあり、今回は避けていました。案の定満席でしたね。ということで、この次が食堂車かな。注文しようとしたんですが、テイクアウト用の容器が切れていたらしく、残念なことに次の大きな駅のインスブルックまで積み込まれないって言われちゃいまして。でも、荷物を置いたまま食堂車で食べるのも不安だったので、じゃあまた後で来るね、と伝えたら、なぜかキャンディをもらっちゃいました。そのインスブルックまでなんですが、まあだいたい1時間くらいで着きそうなので、車窓でも見て待っておくことにしますか。山を越えてからも単線区間が続くのですが、帝国でやってくる対向列車を優先して通すため、その行き違いのたびに少しずつ遅れが拡大していますね。何とすれ違うのかなと思ってましたが、西方面のレールジェットが来ましたよ。そろそろインスブルックが近づいてきたんですが、ここで右側に特徴的な岩の崖が見えてきましたね。あの崖、景観的にもすごい崖なんですが、実は中腹くらいのあそこ。
見えますかね。実はあそこ、鉄道が通ってるんですよ。あちらはインスブルックから北上してドイツへ抜ける路線なんですが、国境付近の標高が高いため、かなりの距離をああいう感じで山裾に張り付くようにしてじわじわと高度を上げている区間ですね。前に一度乗ったことがありますが、あちら側からの車窓は本当に素晴らしくて、文句なしに最高の絶景が楽しめます。ということで、背景の山がすごいことになってますが、ここでインスブルック中央駅に到着です。ここで多くの人が降りていってしまい、車内は一気にガラガラに。普段ならここで、その先、首都のウィーン方面の列車と10分で接続しているのですが、結局40分遅れくらいで着いたので、乗り継げなかった人が多くいたみたいでした。ドイツならまあやばいですけど、オーストリアなら10分あれば普通に乗り換えはできると思いますが、今日はちょっと遅れすぎですね。ちなみに向かい側の今出て行った列車は、イタリアからやってきたミュンヘン行きの便で、あっちも遅れていたのですが、先に出て行っちゃったので、こっちはその後ろを走る感じかな。それではインスブルックを発車です。インスブルックを出たので、ちょっとしたら食堂車に行って、テイクアウトできるか尋ねに行ってみましょうか。食堂車に再びやってきまして、今度は無事テイクアウトの注文ができました。でもちょっとバタバタしていて時間がかかるみたいなので、今椅子に座って待っているところです。待っていたところで次の駅に着きそうだったので、一旦荷物をチェックしに座席へ帰還。着いたのはベルグル中央駅というところで、ドイツを経由しつつウィーンに向かう幹線とオーストリア内のアルプス沿いを走る路線の分岐駅となっています。ドイツの方に行ってしまうとルール上アウトなので、ここはもちろんこの列車とともにオーストリア内の路線を進んでいくことになりますね。ようやくといったところでお昼を手に入れてきました。買ってきたのはグリーンサラダとニョッキやチキン、マッシュルームといった具材のワイン煮という冬のおすすめメイン料理を注文してみました。それではいただきます。相変わらずサラダはいい感じ。列車内という環境でこのシャキシャキなサラダを食べられるのは最高ですね。次にメインの方のお味はいかがかな。あ、このソースの味、すごく美味しいです。冬メニューのおすすめということで頼んでみたわけなんですが、これは大当たりですね。こちらのメインはシュタイヤーマルク州というこの列車の終点グラーツという町を中心にしたオーストリア南東部の州の名物料理とのことです。ごちそうさまでした。サラダもメインの方も両方美味しくてとても満足なお昼ご飯でした。お値段ですが、サラダが 4.7 ユーロ、メインが 14.2 ユーロで合計 18.9 ユーロということで、このクオリティでこれなら全然ありですね。実はデザートも持ってまして、昨日買ってカバンに入れておいたストロベリーチョコレートを食後のデザートとして食べちゃいます。キッズビューエルというところに到着しました。ここはスキーの有名な大会も開催される世界でも有数の格式があるスキーリゾート地なんだとか。ですが山に雪がなくてスキー場は割とピンチそう。車窓に湖が見えてきましたね。こちらはツェル湖といって沿線はオーストリアでも有数の保養地とも言われるザルツブルク州の美しい湖です。が、もしかして凍ってますかこれ。しばらくこの湖に沿って列車は進んでいきます。湖沿いの町にある駅、ツェルアムゼー駅に到着です。
このツェルアムゼーという名前、ドイツ語の意味的には湖のほとりにあるツェルということになるんですが、地名としてはこの湖のほとりという意味のアムゼーまで含めてそのままツェルアムゼーが正式名称なんだそうです。ツェルアムゼー発射後しばらくして徐行し始めたので気になったのですが、こちらの遅れのせいで前の各駅停車に追いついてしまったようですね。ライブマップで見てみるとよくわかるんですが、この前の定時で走る R3 系統の後ろを走ってます。追い抜きできそうな駅もないので、予定のダイヤを見てもしばらくはこの列車の後ろを走りそうかな。近郊列車の後をのんびり東に進んでいっています。ところで、この今乗ってるユーロシティ163便はトランザルピンという愛称があり、実はかなり伝統がある列車なんですよ。1950年代から運行が続いていて、運行区間はかつてのとはちょっと違いますが、パノラマ客車も連結されていることからも、今でもスイスとオーストリアを結ぶフラッグシップみたいな扱いがされている列車ですね。この辺りはザルツァッハ川というザルツブルク市内も流れる川沿いを進んでいくのですが、割と川に近い谷間あたりを走るということで、結構沿線の景色はダイナミックですね。ビショフスホーフェンというところに到着しました。一筆書きルートの旅ですが、本日の移動はこのビショフスホーフェン駅までになります。今晩のホテルはこの駅前なのですが、せっかくなので先にこの列車を見送ってから行きましょうか。ちなみにこれがスイス所属のパノラマ客車ですね。いかにも追加料金が取られそうな雰囲気ですが、扱い的には通常の一等車と同じです。ところで、今16時前ということで、この先も行こうと思えば行ける時間ではありますけど、この先の区間的に山あいが続いて宿泊施設も少なく、あと、そろそろ暗くなって車窓を楽しめなくなるということで、霧のいいこの辺りで区切る行程にしてみました。さて、ここまでの移動の合計ですが、乗った列車は3本、距離はちょうど400キロになります。ユーロシティだけで356キロも乗ったんですが、実は列車、全行程の中で一番長い距離を乗る列車だったんですよね。ということで、ホテルにやってきました。今回はビショフスホーフェン駅のすぐ前にあるハリーズホームというホテルを予約。まあ、この駅付近で唯一の宿泊施設なんですが、でもこのホテル、2021年と割と最近できたものなので、過去に1回泊まったことがあるんですが、かなり綺麗なホテルでしたよ。お部屋は、ここですね。そうそう。ここはこんな感じの間取りでした。やっぱり新しいだけあってかなり綺麗なお部屋です。ちなみに今回の宿泊費ですが、1泊で約173ユーロとかなりお高め。なんですが、以前泊まった時は1泊67ユーロくらいだったので、これはおそらく時期的な要因かもしれないですね。この辺り、スキー場も多いですし、今シーズン真っ只中ですからね。水回りの設備もかなり清潔感があって綺麗ですよ。ということで、1日目の行程は無事終了。初日にして結構長めの移動でしたが、乗り継ぎは少なかったので割と楽ではありましたね。ですが、明日はかなり細々した乗り継ぎが多い予定ですので、今日ののんびりした感じとは違う移動になりそうかも。それはそれで楽しみではあります。ということで、今回はここまで。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。